今日は黒豆煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は黒豆煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もうすぐお正月ということで、おせち料理には欠かせない黒豆煮を作っていきたいと思います。黒豆煮を作るときはですね、2日間必要なんですが、作り方自体はすごく簡単です。黒豆をふっくら柔らかく仕上げる方法をご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。黒豆、ザラメ、お醤油、塩、重曹、お水、南部鉄器。今回はこちらの材料で作っていきます。まず黒豆ですね。今回は 200g 使っていきます。豆の種類はね、いろんな種類があるんですが、今回私が使うのがこちら、丹波黒豆というお豆になります。サイズに関しては特大サイズを使っていきます。必ず特大じゃないといけないわけではないんですが、特大の方が大粒なので見栄えも良くなると思います。甘めに関しましてはザラメを使っていきます。ザラメを使うとですね、甘さに深みとコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。ザラメがなかったりとか、あとはすっきりとした味わいにしたい場合はグラニュー糖がおすすめです。続いてのポイントは重曹です。重曹を加えていただくと皮も柔らかくふっくらとした煮上がりになります。そしてさらにもう一つのポイント、こちら南部鉄器ですね。こんな感じの鉄の塊になります。スーパーにはあんまり売ってないかもしれないんですが、インターネットとか、あとは富澤商店さんにも売ってるので、ぜひねチェックしてみてください。こういったものがない場合はサビ釘でも OK です。こちらのね鉄を一緒に入れていただくことで色味が黒くなって仕上がりがとても綺麗になります。こちらはねあればぜひ入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこちらの黒豆を水洗いします。ざるに当てて、そして水洗いしましょう。はい、OK です。さっとね、水洗いしてください。はい、これで OK です。それでは今から黒豆をね、戻す作業をしていきます。で、戻す時はですね、お水ではなくて、熱い熱湯の中に入れて、そして戻していきます。温かいね、状態から戻すことで、皮が破れにくくなります。そうしましたら、まずお水を入れていきます。そうしましたら、ここにザラメを加えます。そして火にかけます。そしてこのザラメを溶かしながら沸騰させます。時折混ぜながらね加熱していきましょう。甘さに関しましてはねお好みがあると思うので、こちらは自分の好みでね調整していただいて大丈夫です。はい、このようにグツグツ沸騰したら火を止めます。そしたら続いてここに塩、お醤油、そして重曹を加えます。重曹を加えるとねちょっとジュワーっとなるんですがね、この時ねやけどしないように注意してください。そしたらここに洗った黒豆を全部入れます。はい、一度に入れちゃってください。少しね混ぜましょう。はい、そしたらねこちら南部鉄器を入れます。やけどしないようにね注意して入れてください。はい、 OK です。時間で言うとね12時間ぐらいですね。このまま置いておきます。はい、蓋を開けます。これね今蓋してたんですけど、お湯がしっかり冷めたら蓋をして、そして豆が悪くならないように冷蔵庫に入れて浸し続けてください。でねちょっと見ていただくと分かるんですが、こんな感じでふっくらとしたお豆に戻ってます。色もねすごい黒くなってますね。では今からこちらを煮ていきます。煮る時はねもうこのまま煮ていきます。それではね火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。鉄の塊をね入れたと思うんですが、こちらは一緒にねこのまま煮ていただいて大丈夫です。はい、今ねグツグツ沸騰しました。そしたら火加減弱火にします。この上に出たねアクと泡をね取り除きます。吹きこぼれないように注意してください。で大体取ったらここに続いて差し水を入れます。 100ml のお水を入れてください。そしたらですね火加減弱めの中火です。このまままたね沸騰させます。また上にねアクと泡などが出てきたらそちらはすくい取ってください。
またねこうやってアクが出てきたらすくい取ります。で火加減はね様子を見ながら調整してください。でまたね綺麗にアクを取ったら差し水をします。同じ 100ml です。また同じように沸騰させてください。またねアクが出てきたら取り除きます。この作業をね 2,3 回繰り返してください。はい、それでは最後もう1回差し水をします。このまままたね沸騰させます。はい、でまたアクを取ります。やればやるほど出てくるんですが、だいたい取ったらね火加減弱火にします。最後ね上に残ったアクを取ります。そしたらね火加減はごく弱火にしてください。そしてここにまずね落とし蓋をしていきます。今回私はねクッキングシートで作った落とし蓋です。でこの落とし蓋をします。はい、こんな感じで落とし蓋をして、そしてさらに蓋をしてください。それではこのまま3時間ほどごく弱火で煮ていきます。豆が煮汁から出ないように煮詰まってきたらその都度お水を足してください。ではこのままね煮ていきます。はい、3時間経ちました。蓋を開けます。そしてこちら落とし蓋を取り出します。そうしましたらお豆の硬さをチェックします。こんな感じでふっくらと炊き上がってますね。そしたらね指でやけどしないように潰してみてください。でこの時にねお豆が柔らかくなってれば OK です。さっきね一番初めに入れてた鉄だけ取り除いてください。はい、こちらを取り除きます。あとはこのまま冷まして味を含ませます。冷ます時は蓋をしてねちょっと開けて、そして冷ましていきます。はい、お豆が冷めました。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで黒豆煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後上にですね金粉をかけてます。こちらは分量外なのでお好みでやってみてください。ちょっと金粉かけるとね豪華に仕上がるかなって思います。そしてお豆はですねこのように皮も破けずふっくらととても美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。お豆が柔らかくてふっくらとした仕上がりになってます。そしてこの豆の皮もとても柔らかいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒豆煮のポイントです。まずですね黒豆を戻す時のポイントなんですけれども、熱い煮汁で戻すようにしてください。このように熱い煮汁に入れていただくことで皮が破れにくくなります。今回ですね煮汁に重曹を入れてます。重曹を入れていただくと黒豆の皮がとても柔らかい仕上がりになります。こちらはマストではないんですけれども、是非ね入れて作ってみてください。そしてお豆を戻す時なんですけれども、最低でも12時間は置いてください。で最初ね熱い煮汁に入れるんですけれども、そのまま外に置いておくと悪くなってしまう時もありますので、冷めた後は必ず冷蔵庫に入れて戻すようにしてください。そして今回はねこういった鉄の塊も一緒に入れました。そうすることで黒く綺麗に仕上げることができます。これを入れないとちょっとね茶色がかった黒豆に仕上がります。こういったものがない場合はもちろんなしでも大丈夫です。ただ色味がちょっと変わってくるので黒く仕上げたい場合は是非入れてみてください。そしてしっかり豆を戻したらそのまま火にかけて一度沸騰させてください。そうするとですね泡とアクが出てくるので、そちらを取り除いて、そして差し水を 100ml 入れてください。でその後また沸騰してアクを取ってという作業を 2,3 回繰り返します。そしてその後はですね上に落とし蓋をして、さらに鍋蓋をしてごく弱火でだいたい3時間ほど煮てください。そうするとお豆がとても柔らかい仕上がりになります。しっかりねお豆を戻していただくことで3時間ほど煮るだけでとても柔らかい仕上がりになります。そして3時間経ったら一度お豆の硬さをチェックして、柔らかくなってたら一旦火を止めて、そして一度冷ましてください。一度冷ましていただくことでしっかりと味が定着してきます。さらにですねこのお豆は煮ると少し茶色がかるんですけれども、時間が経つとまた黒く戻ってくるので一度冷ましてから召し上がっていただけたらと思います。少し時間はかかるんですけれども、その分とても美味しい黒豆に仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒豆煮を作りました。私のチャンネルでは
他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。